おはようございます。今日は2020年8月23日。ここは新大阪駅です。今回の旅の目的地は日本で最も北にある駅に向かいます。鉄道を何度も乗り継いで向かうので到着は7日後になります。現在の時刻は朝の5時です。たくさんの電車が移動しています。日本の朝はとても早いです。記念すべき最初の電車は223系です。まずは岐阜県の関ヶ原まで向かいます。新大阪駅をスタートしました。私の鉄道の旅はここから始まります。6日後に日本最北端の駅稚内駅に到着します。関ヶ原に到着しました。ここは西暦1600年、今から420年前に関ヶ原の戦いという大きな戦がありました。日本を西と東に分けたとき、ここはちょうど境目になります。徳川家康を対象とする東軍と反徳川勢力の石田三成が中心となった西軍が戦いました。東軍の大将、徳川家康です。彼がこの戦の勝者です。西軍のリーダーは石田三成です。彼はこの戦いで敗れましたが、もし勝っていたら、日本の政治の中心地は京都や大阪になっていたかもしれません。彼は大谷義継です。病気のため失明していたので、みこしに担がれた状態で軍を指揮していました。部下は約3000人いたと言われています。戦力が同じ東軍と西軍でしたが、黒田長政は事前に小早川秀明と吉川広家に東軍に寝返るように交渉していました。この交渉により東軍が勝ちました。彼がこの戦いで一番の功労者となりました。東軍の武将福島正則です。最前線で西軍の浮田秀家と戦いました。福島戦力が6000、浮田戦力は18000と3倍の戦力がありましたが、攻撃を防ぐことに成功しました。小早川秀明です。当時19歳で18000人の兵力を持っていて、この戦場での最大勢力でした。もともと西軍に所属していましたが、裏切って東軍についたことにより、この戦いは東軍が勝利することになりました。島津義弘です。西軍の前線で戦っていましたが、小早川の裏切りにより周囲を敵に囲まれてしまいました。果敢にも敵陣地を
突き進んで戦場から離脱することができました。戦場を見渡すことができるこの高台からのろしが上げられて戦いがスタートしました。当時日本には世界に流通する銃の約 70% が存在しました。当時、最強の武器は銃であったため、日本は世界で最も強い国だったかもしれません。US-1 飛行艇です。飛行機と船の両方の特徴を持っており、陸上だけでなく海上にも離着陸できます。P2J 対潜哨戒機です。ソノブイシステムにより潜水艦の出すわずかな音で、場所を特定することができました。3式戦闘機です。エンジンはドイツのダイムラーベンツからライセンスを購入しています。こちらはゼロ戦です。1万機以上生産され、日本では第1位の生産数を誇っています。機体骨格に多数の穴を開けることによって軽量化しました。そこで速力、上昇力、航続力を手に入れました。日本は終戦後、航空機の研究や開発、製造を中止されていました。その後、航空機開発が再開され、技術への挑戦が再び行われてきました。ここには航空機の研究や開発のため、実際に作られた実験機が展示されています。
ここには世界の主要なロケットが展示されています。日本では1-2ロケット、これはソ連、アメリカ、フランスに次いで4番目に人工衛星を打ち上げ成功しました。アメリカのサターン5ロケット、これは世界最大のロケットでアポロ計画に利用されています。ソ連のはプロトンロケット、世界初の宇宙ステーションサリュートを打ち上げました。そしてソユーズ、これは月面着陸を目的に作られています。国際宇宙ステーションはアメリカ、ロシア、日本、カナダ、ヨーロッパが協力して運用しています。国境のない宇宙では様々な国の宇宙飛行士が協力して仕事をしています。今から日本が開発した国際宇宙ステーションの中に入っていきます。この施設は実験棟といいまして、宇宙空間で様々な実験や開発をするために作られました。コード類がたくさん飛び出ていて、私の部屋みたいです。
今からトヨタの産業記念館に行きます。トヨタは自動車で有名ですが、最初は宝飾からスタートしました。ここではトヨタの歴史と技術力を見ることができます。このレンガの建物は実際に宝飾工場として使われていました。トヨタは人々の生活をサポートするロボットを開発しています。このロボットたちは演奏することができますが、コロナウイルスにより休んでいるようです。1936年、トヨタで最初に製造された AA 型乗用車です。当時はすべて手作業で作られていました。それでは鳴らします。私は両手を使って鳴らしましたが、当時はハンドルが大変重く、運転手は両手を離してクラクションを鳴らすことができなかったため、鳴らす際には膝と膝の間に挟んで鳴らしておりました。そのため少し低い位置にあるのかご覧いただけるかと思います。こちらの乗車整理は前に2人、後ろに3人の5人乗りでございます。そしてこちらのフロントのスパットご注目くださいませ。丸の中には漢字でトヨタと書かれております。そしてその横には速さを象徴とした翼がモチーフのフロントマスコットがございます。最高時速は 110km でございました。それではこちらがトヨタ最初の乗用車でございます。あちらのグリーンの鉄骨の方にお進みいただきますと、左手にてこの AA 型乗用車の生産、ここには1960年から2000年のトヨタの車が展示されています。家族向けの初代カローラ、安全対策低燃費型の初代カムリ、海外向けの初代セルシオ、頑丈に作られた初代クラウン、最上級種のレクサスが展示されています。
今日の動画はここで終わりです。明日は仙台へ向かいます。ご視聴ありがとうございました。